球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はエタルダミー妄想動画の平成編の後編やっていこうと思います。エタルダミーってなんやねんという方向けの説明やら企画の内容は過去の動画の URL を概要欄に貼っておくので、よろしければ、いやよろしくなくても各動画78回ずつ見てください。あと平成編の前編も冠婚葬祭の最中でも見てくださいね。いろんな大人の事情で決まったであろう平成ウルトラマンたちのエタルダミーですが、実際のところ本当に平成ウルトラ戦士たちのトラウマになっているであろう敵キャラたちは誰なのかというのを静止の映像作品の中から予想していこうと思います。ではまず最初はウルトラマンゼアス。まず最初に思い浮かぶのはウルトラマンシャドウですよね。これはもう次のウルトラマン行ってもいいんじゃねっていうぐらい確定っぽいですよね。ゼアスが一回ボコボコにされて、作中で明確にゼアスがトラウマになってしまっていましたからね。まあその後修行して倒しているので克服したという説ももちろんあるにはあるでしょうけど、最有力候補であることは疑いようがなさすぎて低レベルですね。他の候補を強引に考えるならベンゼン星人夫婦とかグリージョダークネスとかになるんですかね。さすがにシャドウで確定ですかね。ゼアスは例のベリアル無双から逃れているのもでかいですね。次はウルトラマンコスモス&ウルトラマンジャスティス。コスモスのトラウマで最初に思い浮かぶのがカオスウルトラマン系統ですよね。強いし何回も戦ったしめちゃめちゃに苦しめられたので、視聴者の記憶に残っているだけでなく、おそらくコスモス自身の記憶にも強く残っているでしょうね。ラスボスのカオスダークネスはあの展開ですのでそこまで優先順位は高くなさそうですよね。あとは少年武蔵の助けが必要になるまでに至ったファーストコンタクトのネオバルタン星人とか、リドリアスがカオスヘッダーに取り憑かれてしまった姿であるカオスリドリアスも候補ですかね。あとは救うことができなくて力が必要なんだみたいな感じでしばらく武蔵を迷走させるきっかけになったカオスエリガル、同じような展開のカオスマザルガス、優勢ジュランで絶命したパラスタンやそのジュランを滅ぼしたスコーピスなどなど、ボコられたトラウマよりも悲しい系のトラウマ候補が多い印象ですね。強敵系ですと劇場版のサンドロスと、なんといってもデラシオンのリーサルウェポンギガエンドラがいますね。そしてダイナほどひどい目には合っていませんが、ハイパーゼットンイマーゴも候補に入りまくるでしょうね。話数も多くて劇場版も3作品もあって客演も多いので、トラウマ候補の多さもバグレベルですね。ただエタルダミーって最も恐れる敵が出るみたいなので、個人的にはギガエンドラかカオスウルトラマンカラミティだと思うんですけど、皆さんどうですかね。順位つけるのが相当難しいですけど、皆さんのコメントもお待ちしています。ウルトラマンジャスティスの候補は一旦自分が見逃したサンドロスが結局暴れ回っていくつもの惑星を滅ぼしたので筆頭候補ですね。あとは当然バケモンほど強くてコスモスと2人がかりでも全く手も足も出なかったギガエンドラですね。ギャラファイでも強い敵とは結構戦っていると思うんですけど、トラウマになるような戦いではない気がするので、この2体のうちのどっちかでしょうね。次、ウルトラマンネクサス。この人はちょっとややこしいですね。デュナミスト、変身者のことなんですけど、それが複数人いますし、ノアの関係もあるしで、どこから整理したらいいのかかなり頭が混乱して発狂しそうですが、今回はコモンネクサスで考えます。重勇士で実際に登場したネクサスのダミーはダークメフィストでしたね。この時はどのデュナミスト判定だったかは過去に考察した動画出しているので、そちらをぜひ78回だけでもご覧くださいませ。トラウマといえばネクサスみたいなとこあるんで、しっかり考えていきましょうかね。まず、コモンが食べられそうになったり、その後も何度も登場して交戦したり、コモンの幻覚にも出てきたペドレオン。これは初めて遭遇したスペースビースティングであったことも大きそうで候補ですよね。衝撃的な気持ち悪さだったでしょうからね。そしてトラウマといえば何と言ってもこいつでしょう。視聴者のトラウマでもありますので皆さんお分かりでしょう。そうだね、ノスフェルだね。コモンの彼女であるリコ関連のトラウマですよね。同じ流れでリコ本人もダークファウストもダミー候補ですよね。ノスフェルはもうちょっとウルトラ作品とは思えないレベルというか、
次元が違う、まさに鬼畜の所業をなし散らかした存在なので、ネクサス見たことない人は、こんな素人のおじさんの動画で知るのはもったいないと思うので、ウルトラマンネクサス本編を見てください。コモンネクサスが対象となると、これにラスボスかつ黒幕であるダークザギを最後に候補に加えて、ひとまず出揃えましたかね。いや、ノスフェル強すぎやろ、候補として。ネクサス、すなわちノア本人のトラウマ候補だったら、ザギになりそうですけど、コモンのトラウマなら間違いなくノスフェルかそれに関連するダミーですよね。他のデュナミスト時代を考慮したとて結果は変わらない気がしますね。次はウルトラマンマックス。マックスはシンプルに強いやつがそのままトラウマになっていそうですよね。ただその強いやつが笑ってしまうほど多すぎるというのが問題なんですけど、まあ厳選していきますか。重有志で実際にダミーとして登場したスラン星人は一旦無視して考えます。まず思い浮かぶのはラスボスのギガバーサークですかね。でかい、強い、硬いで一度完全敗北して貼り付けにされて生きられた相手なので当然候補でしょうね。あとは有名な完全生命体ことをイフですよね。こちらもトラウマにならないと考える方がおかしいですよね。ただマシュマロ状態でダミーとして出てきても全然怖くないですけどね。ほっとしておけばいいわけですから。エタルガーが貴様の最も恐れる敵を出して差し上げましょうとか言って出てきたのがこの状態のイフだったら、あ、はいみたいな空気になるでしょうね。本編では他にもダークバルタムとかラゴラスエボとかルガノーガーとか燃えたランガンとかやばい敵はたくさんいましたけど、トラウマ度ではこの2体が抜けていそうな気がしますね。そして後編でも登場のこのお方、おなじみ銀河伝説無双おじさんベリアルですね。もちろん候補には入ってくるでしょう。ギャラファイのあれも候補に入りそうですけど、マガオロチの卵なのかゴーデス細胞なのか、ちょっとダミーとなる対象がよくわかりませんね。次はウルトラマンメビウス&ウルトラマン光。光は重有志に登場していなかったですけど、実際に登場したメビウスのエタルダミーはエンペラ星人でしたね。これはそのままガチ考察でも筆頭候補でしょうね。ウルトラシリーズ歴代で見てもトップレベルの大物で、仲間がいるとはいえ当時ルーキーだったメビウスが戦っていい相手じゃないですからね。どう考えても筆頭候補です。強敵系で言うとインペライザーもかなりの候補ですよね。死にかけるまで体を酷使させられましたし、インペライザー1体でも視力を尽くして戦って倒せるか倒せないかレベルなのに、それが13体も降ってくるくだりは個人的にメビウスで一番絶望したシーンでした。他には黄金像にされたジャシュライン、8兄弟でブロンズ像にされたスーパーヒッポリト星人、強敵でありライバルであり仲間でもあるザムシャー、氷漬けにされたグローザム、共に戦ったけど色々あったメカザム、めっちゃ怒られたリュウさん、この辺りが候補になってきそうですよね。あと銀河伝説無双おじさんベリアルね。劇場版ボスたちはみんなで戦っていたこともあってか、そこまでひどい目には遭っていないので上位候補にはならなそうな気がします。どれも強力な候補なので順番は難しいですが、やはり個人的にはエンペラ星人が筆頭っぽい空気が漂いすぎている気がします。ウルトラマン光ですが、まあさすがにボガールが超絶圧倒的候補でしょうね。一時我を失って復讐の鬼ハンターナイト剣となるきっかけを作った敵ですからね。そしてその剣の姿がトラウマとして出てくる可能性もありそうですよね。そしてメビウスと同じくエンペラ星人も当然候補でしょうね。あんなのめちゃくちゃですからね、普通に。そして銀河伝説無双おじさんベリアル。まあこんな感じですかね。次は大怪獣バトルのレイ&ゴムラ。これはそもそも候補の出し方が難しくて、どっちかだけのトラウマというのが多分ほぼほぼなさそうなので、一緒に戦うであろう2人のトラウマになっていそうな候補を挙げていきます。まず最初に思いつくのはセクシーお姉さんケイトとそのエースのゼットンですね。大怪獣バトルは後半のゴムラが強すぎてドラゴンボールみたいにバケモンほどインフレしていた気がするので、
克服していた可能性もあるとは思いますけど、強さだけでなくレイオニクスバトルに巻き込まれるというレイ目線だるすぎる展開を説明されたのもケイトお姉さんからでしたし、最初はゴモラ含む手持ち怪獣フルで出してもボコられるほどシンプルに強かったし、肉親なのに殺し合いせにゃならんしでいろんな要素が詰まっているので強力な候補だと思います。次に思い浮かぶのがライバルのキール星人グランデとその相棒たちであるタイラントとレッドキングですね。タイラントは間違いなくぶっちぎりでエレキングのトラウマ候補ですし、あんなことになった以上レイ目線でも絶対トラウマ候補になると思います。ゴモラ的にも強敵ですしね。でレッドキングと戦ったのはめちゃめちゃ強くなった後なので、とんでもないひどい目にはあっていませんけど、単純な強さでタイラントを上回るのでこちらも候補でしょうね。そして銀河伝説無双おじさんベリアルももちの論で候補でしょうね。というかベルドラとして筆頭候補かもしれません。あまりにも強大な力でしたからね。ありえないほど強いはずの EX ゴムラが赤ちゃんみたいな扱いを受けてましたからね。レイだけの候補だったら暴走した自分の姿も候補に入りそうです。本編のラスボス戦が候補にも入らないって平成以降の作品だとこの作品ぐらいじゃないでしょうか。はい、では最後ベリアル。違うゼロ。あまりにもベリアル濃厚すぎて先に行っちゃいました。最後ウルトラマンゼロのダミーを考えますが、まあどの姿で出てくるんだっていうのを考えた方がいいくらいにベリアル確定演出すぎてエグいですが、先にベリアル以外を考えてみますか。3人がかりでボコられたハイパーゼットンイマーゴ、プラズマスパークに手を出してしまった時に止められて、後に自分の父親だと分かったウルトラセブン、厳しい修行をつける師匠のウルトラマンレオ、自分とそっくりの兵器ダークロプスゼロ、その他強敵枠でギルバリス、ギャラクトロンマーク2、ビートスター、あとはタロタロスとかですかね。まあどれも強敵ではありますけど、さすがにベリアルを超えるのはいないですよね。何回戦ってんねんっていうぐらい戦って内容も壮絶ですからね。どの姿で出てくるのかを考えた時に一番強烈にトラウマとして残っていそうなのは仲間を全滅させられたゼロダークネスの時だと思うんですけど、ゼロダークネスとは直接戦っていないのでそのあたりどうなるかですよね。重勇士に実際に出てきたみたいにプレーンなベリアルの姿で出てくるのが案外正解な気がしますね、個人的には。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ということで後編もこれにて終了ということで、妄想はお開きとさせていただきます。実際に登場したダミーは一旦無視でガチの予想をすると言いながらも、メビウスとかゼロのダミーはそのままなのが予想できたり、やってみて結構楽しかったです。前編でもなるほどと思うようなコメントをいくつもいただいたり、いや確かにそれ入れるべきだったなぁと感じるコメントもありましたし、アグルのゴメノスとかね、後編でも皆さんのコメントお待ちしまくっております。それではご視聴感謝です。さよなら。